事故物件鑑定士試験。こんばんは、星野シャナです。今回は事故物件鑑定士試験というのに挑戦してみようと思います。ゲームなのかゲームじゃないのか。いや、なんか他の実況者さんがね、こういうのをやってるっていうのを見て、どうせなら見る前に一回やってみましょうということでね、過去問が無料公開されてるらしいので、ちょっとやってみようかなと思います。できなさ具合によっては全然オクラですけどやってみよう。よし。名前をね入れて、そう、いつもね変換がうまくいかないからこういう打ち方してるんですよね。はい、名前を入力し、注意事項に同意の上試験開始のボタンを押してください。注意事項1、受験環境について、通信が安定したネットワーク環境で受験してください。設問には音声と映像が含まれます。音声と映像を確認できる環境下で受験してください。はーい。めっちゃ音量下げてますけどね。2、不正行為について。不正行為を行った場合はその時点で終了となります。不正監視には独自システムを用いており、カメラによる監視を行っておりません。プライバシーが安心なのか。カメラ使われないのはいいことだよね。3、試験の進行について。問題は4問あり、第1問は事故物件と法律に関する問題。第2問は事故物件と汚れに関する問題。第3問は事故物件と霊体に関する問題。第4問は事故物件の音声と映像に関する問題です。事故物件にもいろんな視点があるってわけね。4、霊的覚醒について。兵試験でいいのかなは、鑑定士の業務特性上、霊的現象への言及、霊的要素を含む画像や音声を含みます。兵試験は鑑定士の業務特性上、霊素環境構築のための、霊気素養の開口と受容のプロセスを含みます。わかんない。霊感ないし大丈夫でしょう。注意事項をよく読み確認できた場合は上位に同意し試験を受験するを選択してください。よし、やってみよう。これ時間ないのかな。大丈夫か。1、事故物件と法律に関する説問。懐かしいっすね。なんかこういうのセンター試験とか思い出すね。1、次のうち賃貸契約において心理的、なんて読むのこれ。可否かなとして、入居者に告知しなくても良い事案はどれか当てはまるものを選択肢から選べ。1、半年前に全入居者が浴室での転倒事故により死亡した事案。2、半年前に入居者が自殺した事案。3、半年前に全入居者が自然死し65日経過してから発見された事案。なんかよく言うよね、その事故物件ってさ、なんか誰か住んでから前の入居者が何かあったらダメみたいなの言うけど、でも自殺は多分ダメじゃん。いわゆる事故物件ってやつだよね。死亡した時期で考えるならこれがワンチャンあるのかな。自然死して65日だもんね。事故ではない。転倒事故。自殺も、事故ではないけど、ことがあったゆえにって意味なら事故だな。自然死。時間経過的に言うとこれが怪しいんじゃないかなと思う。いやもうね、この辺の身体の話とかダメだから。実家暮らしで甘えてるんで。2、ツイチは、沖縄県のホテルで撮影されたものである。その後の調査で該当の部屋で2年前に自殺者が出ていることが分かった。この場合、ホテルによる宿泊客への告知義務はあるか、正しいものを選択肢から選べ。これが撮影されたの？なんでこれからそれが起きるのかが分からないですけど。札は貼ってあるね。自殺したのが分かってて、お札でなんかしてて、隠しとったやんけって話になってるってこと？でも2年前でしょ？ないんじゃない？義務は。ねえ、全入居者ってわけでもないし、必ずしもない気がするけど、どうなんですよ。そういうのってちゃんと決まってんのかな？次の文章は売買契約による事故物件の告知義務に関する説明である。A に当てはまるものとして正しいものはどれか選択肢から選べ。全入居者が自殺した場合、なんちゃらかんちゃら告知義務が発生する。その後1年が経過していない物件、3年、5年、その後の期間に関わらず。1年じゃない？安易すぎる？いや、なんかこういうのってさ、ね、1年とか、
選択肢がいっぱいあると大体一番短いやつとか一番長いやつとかになりがちじゃない？ 1 年にしとこう。まあまあまあ無料の過去問だから。第4問、次のうち環境的可否として、告知義務のない物件はどれか、当てはまるものを選択肢から選べ。大きなビルに日光を阻まれている物件。でもこれダメみたいなの聞いたことあるな。周囲に養豚場のある物件。特殊じゃね？そんなことないか。週末にホームパーティーで大騒ぎする住民のいる集合住宅。4、近くに工場がある物件。どうだろう、日光は確かに聞いたことある。日当たり。太陽光発電とかもあるしね。どれがダメなんだろうな。ダメ。まあでも工場はなんか騒音とかそれこそ電車の近くの話ある気がするから、告知義務ありそう。この辺か？週末にホームパーティーだってこれ個人の話だからこれじゃね？はい。問い5。図には住宅情報サイトに掲載された千葉県習志野市かなのとある賃貸物件に関するページのスクリーンショットである。この物件に心理的可否としての、いつまでたってもこの漢字読めないんだよね。告知義務はあるか、当てはまるものを選択肢から選べ。総務線、津田沼駅、徒歩12分、6.2万円。管理費3500円。スクショだ。なんかおるやん。開くよ。なんかおるやん。はい、隠そう。告知義務は、まあないでしょ。気づかなかった人がダメってことなんじゃないんですか？知らないですけど。はい。第2問。事故物件と汚れに関する説明。汚れ？問1、汚れの説明として最も正しいものを選択肢から選べ。1、物理的な汚染、特に排気ガスなどの人体に有害なものを指す。2、物理的なものだが壁に落書きをしたなど人体に有害でないものも含め、主観的に汚れたと感じたものを指す。3、霊、特に悪感情を持って死んだ自爆霊が排出する生体の人間への有害な霊的影響を及ぼす霊素を指す。でもこれはね、テーマ的にこれなんじゃないんですか？いやでも物理的な汚染も言うかもしれんけど、でもどっちかっていうと精神的なものを指す場合が多いよね。なんか見えないものというかさ。問いに、随一は福岡県久留米市かなに存在する事故物件である。そのうち全入居者が死亡した箇所はどこか、選択肢から選べ。A、B、C。なるほど。間取り図。賃貸探したことないからね、間取り図あんまり読み方わかんないんだよ。でも玄関じゃん。要するにここ、風呂場、ベランダ、C 何これ？普通に、リビングというか、部屋？実質で死んだってこと？これ開いたらなんかわかんのかな？もうわかんないよね。これあれかな？霊的なあれでわかるとかいうあれなんですか？そんなことがあるの？なんかめっちゃ画面にゴミついてるな。どこだろう、全入居者。でもベランダはなんか微妙な気がするな。霊視でわかるもんなんかしら。歴史とかいう意味では A だけど、でもね、なんか C が一番意味ありげな感じするから C にしよう。問い3、汚れの説明として正しいものを選択肢から選べ。1、排出源となる霊魂が寒冷されない限り排出され蓄積し続ける。2、排出源となる霊魂が寒冷されない限り排出され、ここまで一緒か。時間経過とともに減衰していく。蓄積すんじゃないですか？だってね、寒冷されない限り。寒冷って用語もなかなかわかんないですけど、蓄積するんじゃない？気づいてもらえないみたいな感じで。次。と4、次の中で事故物件である可能性が最も高いのはどれか選択肢から選べ。1、フローリングに襖が取り付けられている部屋がある。2、風呂場の隅やタイルの木地に目地かな、カビが見られる。3、和室に南向きの窓がついている。わかんねえ。さすがに。フローリングに襖が取り付けられている部屋がある。でもこれはあるんじゃない？普通に。カビもあるよな。いや、これはしょうがない気がする。生活的なものとして。ってなると消去法的にこれじゃね？南向きの窓。
なんかダメなんかな。あれ、畳が傷むから基本的に窓はつかないとかそういう話？障子は OK だけど窓はダメとか、畳が傷むから。何の知識もない人が喋ってます。はい、次。問い5。図には、とある地域の住宅地図である。この土地には、意道に多く見られるとある特徴を有している。当てはまるものを選択肢から選べ。なるほど。1、近隣に神社が極端に少なく、特に水に関する神様が祀られていない。2、地名に谷、沼、池、田、竜、滝、猿、梅などの文字を含む。3、日照時間が少ない、もしくは森に囲まれた場所である。まあでも地名な、とある住宅地図とは言ってるけど、地名わかるかこれ。板野、空き地、坂松、遠い。なんちゃら2丁目っぽいけど。あ、でも淀川って書いてない？淀川って大阪じゃない？あれ違うっけ？あ、違うかも。淀屋橋と混ざってるかも。でもなんか、ありそうな川。でもこれ土地の名前？これ川じゃね？そうだよね、橋があってさ。でも確かに神社はないか。川通ってるけど神社はないね。でも別に谷沼池が極端に含まれているとも感じないんだよな。いや、なんかこの辺にやたら田が多いなとは感じるけど。内田、町田、田辺、角田。なんでこんなに田ばっかり集まってんだろうね。相田もいるよ。あと、なんでこの砺波、遠藤、河合は色がついてるんだ。あとこの謎のシミね。古文書とかでよくある謎のシミ。日照時間が少ないとかわからんべよ。でも他は確かに多いわ。他が多いからこれにしとく。やっぱ地名、いやでも地名じゃない気もするけどな。名字が多いってだけで。神社は確かにない。でもこれにすっか。そうだよね。ここに川があるっぽいのに、水に関する神様いないのちょっと危うい気もするから、これにしましょう。よし、次だ。次なんだ？事故物件と例題に関する設問。はいはい。問1。次のうち最も自爆霊になりやすいものはどれか選択肢から選べ。戦争事故、災害などで突発的に死亡したもの。恨みや憎しみなど強い悪感情を持って死亡したもの。3、現世にやり残したことがあるもの。4、自殺者。5、上記すべて。これはすべてだろ。ねえ、現世に何かしらを持ってたら自爆霊になりやすいんじゃないですか？問2、続いては埼玉県所沢市のとある賃貸物件内の気温を複数の場所で測定したものである。ほえー。次のうち例がいる可能性のある場所はどれか、当てはまるものを選択肢から選べ。なお、計測中は空調など計測への影響がある要素は極力排除している。専門的なやつだ。なるほど。例がいる可能性が高い場所ね。気温の変化。屋外はしょうがないよね。2、3時ぐらいが一番あったかいのはそうですよね。なんでここ下がってんだろうっていうのはあるけど、でもね、ここ下がってんのはあれじゃない？普通に外気温的にね、たまたまお天気悪かっただけかもしれんし。でトイレでもこうピョンって上がってんの気になるね、ピョンって。で、これやばいよね。13度ぐらいから15度ぐらいまで上がってるってことでしょ。意外とここ変わってません？で、その後は穏やか。ここはいいでしょ。これが気になるよね。キッチンは、昼間があったかい。昼間があったかい。うん、ありえるか。人が動いてたらこの時間だけあったかくなるとかはあるかも。リビング。でも賃貸物件ってことは住んでないのか。人住んでなくてもこんなに変わるもの？でもそっか、外気温が変われば中も変わるか。リビング。リビングめっちゃ寒いね、朝。でもこれは外気温と同じだからね、波が。で、なんでこここんなに下がった？どうした？いやーってなるとリビングとトイレが怪しいけど。あるわ。じゃあリビングとトイレで行きましょうか。なんかやだ。ちょっとここ隠しながら読むね。3図には、大阪府吹田市のとある賃貸物件に設置されたペットカメラが撮影した入居者不在時の映像である。
後にこの物件は事故物件であることが判明したが、全入居者の死因はどれか選択肢から選べ。見たくない。見たくないけど見ます。焼死、縊死、出血死。拡大したくないんだけど。したくないけど、しないと、なんかよくわかんない。部屋の照明が明るくて絶妙に写真が見えないね。でもこうするとちょっと見やすい。これちょっとハイライトすると見やすい。なんだろう。焼死、縊死、出血死。わかるものこれで。でも、なんだろう。締め切られてるから焼死とかそういうこと？コード類。なんか、でもこれ普通にコードか。コードはあるな。テレビは消えてる。これから何がわかるってんだ。7時15分。関係ないか。でも、焼死じゃない？逃げ場がないイコール焼死とかでは。窓映ってないしな。でも医師の可能性もあるのかこの。でも吊り下がるような場所ないでしょこれ。有識者ならわかるというあれなんですかね。いや、まあ焼死にしましょう。私に才能がないんだきっと。なんかまた、でも上の画像の方が怖いから下にしよう。図さんはとある事故物件の入居者とその交際相手のメッセージアプリでのやり取りである図内の A に入る文言として正しいものを選択肢から選べ。なんかすごい。とりあえず1枚ずつ読みましょう。これどうする？こうか。美咲さんだって。個人情報保護しようよ。2023年11月18日。りょう、今うちいる？うちいるよ。晩飯作ってる。そうじゃなくて私の家。いないけど。だよね。はてな。このスタンプかわいいね。りょうの声する。美咲って。呼ばれてる。私の名前呼んでる。浮気相手？本当にふざけないで。ロフトの上から声する。今どこいる？不審者の可能性とかもあるから。トイレに隠れてる。出れない。オッケー、そのままでいて。行く。りょうイケメンじゃん。優しいね。今どこいる？不審者の可能性とかもあるから。これさっき読んだやつ。不在着信があって。不在着信。これ移動中だったとかかな。ごめん、どうした？大丈夫？ここから次の文言をさせると。来ちゃダメ。早く来て。入ってきた。早く来てじゃない？だってさ、そうなんだよ。これ、美咲が霊的な事象に襲われていると見せかけて、実は美咲自体が悪霊というか、乗っ取られてるのかわかんないけど、亮を美咲宅に呼び出そうとしてるんじゃなくて、時間とかもそんなにいいだもんな。4分から移動して10分ぐらいだったらしょうがないよね。でもこの時間さ気になるよね。8時4分にさ行くって言ってさ、その後無言が続いてるんだもんね。無言続いて8分後に突然の不在着信。だったら不在着信するぐらいだったらもうちょっとこういうこまめなメッセージ先に送るだろう。ってことはもうここからあれじゃない？別人じゃない？で早く来てっつって呼び出そうとしてるっていう路線を私は考えたのでこれにします。怖い画像だって。問い語。図4は出所不明、出所不明。読み方が漢字が読めない人間ですいませんね。怖い画像としてインターネット上に流通している画像であり、現在この物件は特定されている。特定されている。この物件の周囲で起こった過去の出来事として正しいものを選択肢から選べ。これは知識的な問題のあれなんですかね。見たくないけど見ます。人がいっぱいいるのをスルーします。この物件の入居者はかつて村八分にあっており、当該人物が死亡した後も近隣住民が様子を確認しに来ている。怖っ。この物件の近隣にはかつて、無縁仏？ごめん、儀式的な宗教的なあれわからん。墓地があり、この物件の入居者が供養していた。3、以前ここに建っていた物件が原因で8棟が焼ける火災が起こっており、5人死亡している。建っているのでも4人じゃない？
4名様ですけれども、あれでも真ん中にこれ1人いるのか？いるっぽいな。子供がいるっぽいな。なんか見れば見るほど顔が見える気がして嫌なので、早く3番にしよう。こっから映像と音声だ。嫌だな。嫌だけど。次の音声は山口県下関市のとある事故物件で録音された音声である。この物件で死亡した人物が死亡した時の状況を選択肢から選ぶ。こういうリスニング問題は基本的に選択肢を先に読むんですよ。1、39歳の主婦が料理中、17歳の息子に背後から刺殺された。怖っ。2、5歳の長男が2月の雨天時にベランダに放置され低体温症により死亡した。怖っ。3、一人で入居していた75歳の女性が在宅中に強盗に襲われ浴槽で溺死させられた。怖っ。てか音声時間4秒なんだけど。4秒でこれを判定しろと。いきます。うわ嫌だけどこれ溺死な気がする。お水っぽい音がする。あとシャワーが打ち付けられる音がしたような気がしないでもないので3にします。こんなの聞かせられるの？次の音声を聞き感じた印象に最も近いものを選択肢から選べ。何ですかこの感じた印象って。5秒の音声ですね。1、苦しい、熱い、やめてほしい。2、誰かの気配を感じる。3、救われる、解放される。3、やべえやつじゃん。聞くか。よし。これで何がわかるの？いやでも、気配というか、これはいるから多分2は違う気がする。1か 3？ なんか、ビョーンって感じは1っぽいけど、でも仏教っぽい感じが3なんだよな。3かな。感じた印象。でも私が感じた印象は1なんだよな。やめてほしいだから。ここに尽きるので1にしましょう。映像だ。次の映像は都内の公園で撮影された映像である。この映像を撮影した男性は何から逃げているのか選択肢から選べ。これ何も映ってない。まだ映ってない？もう映ってる。まだ映ってない。OK。読みます。男性が殺害した女性の霊。かつてこの土地に埋められた水子。この土地で処刑された犯罪者。見なきゃいけないの？ちょっと小さい画面でまず見て。このままいけるっぽいからさ。でも問題文と一緒に見ましょう。よいしょ。これジャンプスケアとかないよね。なんか映りそう。終わっちゃった。終わっちゃった。何にもわかんねえ。これ拡大しないとダメかな。拡大できるかちょっとやってみるか。全画面。画面暗すぎて自分の顔が映ってる。そういう話じゃないね。なんもわかんねえが。これコントロールパネルが出てこない。これ再生して。こうか。何がわかるんだこれから。でも都内の公園だよね。でもなんとなくメタ的に犯罪者じゃない気がするよな。水子か女性の霊か。でも結構意志持って逃げてるからこっちじゃない？いやわからん。でも一瞬なんか女の人っぽい声がしたような気がしないでもないんだよな。でも正直画面は暗すぎてわからん。明度サイドなんか明るさバカみたいに上げたらなんか見えるかもしんないけど、嫌すぎて。見たい人は見てください。私は1でいこう。
あー、また映像だ。次の映像は都内のとあるマンションのエレベーターで撮影された映像である。途中に映った例が伝えようとしている内容として適切なものを選択肢から選べ。途中に例が映るんですか？つか、なんで動画撮ってんだよ。1、自分の遺体を見つけてほしい。2、誰でもいいので道連れにしたい。3、自分を殺した人を捕まえてほしい。ちっちゃい画面で見る。でも映るんだよな。映るの決まってんなら最初からでかい画面で見るか。怖いけど。うわ、やだ。よいしょ。なんでエレベーターに入るだけの動画を撮ってんのかマジで意味がわからないけど。あ、その辺モザイクちゃんとかけるんだ。怖いよ。嫌だよ。今人が映ったかと、人映ってるな。いや、なんか最初赤い柱のあれがめっちゃ人の影だと思ったわ。すげえ近くで見てるじゃんと思って。気のせいでした。あの子が伝えたいこと、何回かとか見てみる？関係ないかな？ 6 回押して。てか閉じる押すより先に扉閉まってんじゃん。そっちの方が怖いよ。これ2回、これ3回、これ、あ、遅かった。4回、5回、で6回ってことよな。4回か。あ、また戻れなくなっちゃった。4回、でも道連れにしたいんだったらもっと早くなんかしてる気はするけどな。どうだろう。自分の遺体を見つけてほしい。殺した人を捕まえてほしい。あそこに立ってるんだったら遺体を見つけてほしいじゃない。なんか、あの辺の部屋か、もしくはそこの建物の下ぐらいにいらっしゃるんじゃないの？遺体にしてみるか。次の映像は2021年に資格を取得し活動を行っている事故物件鑑定士となった、三川博樹さんかなにインタビューを行ったものである。この映像からわかる事故物件鑑定士に必要な素養として最も適切なものはどれか選択肢から選べ。なんか急に来たな。1、異性との交友がないこと。2、法律や税制に関する知識。3、霊やお客様の気持ちを感じ取る繊細さ。じゃあインタビューを見てみましょうか。あ、こんばんは。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。どうぞ。どうも。テーブルで大丈夫ですか？わかりました。はい。なんかそういうドキュメンタリーっぽい感じの聞き方するんだ。はい。めっちゃ文庫本、すげえ本。2021年に事故物件鑑定士試験に合格し、鑑定士として活動をしている三川博樹と申します。入居者の方に安心して暮らしていただくために、事故物件の疑いがある物件に絶対この辺にカンペあるじゃん。霊がいるかいないか、有害なものかどうかを鑑定するというのが主な業務です。最近はオンラインで行う場合も多いですね。それは社外費です。温度、湿度、音声、振動などを計測したりもしますが、実際感覚でわかると思います。あ、わかるんだ。法律や霊に関する基礎的な知識は必要ですね。そのあたりは過去の試験問題などを解いていれば対策はできると思います。僕は結構その哲学的な本だとかエッセイだとかそういうのを読んでますね。ちょっと止めよう。ハンナ・アーレント人間の条件。夜と霧。読めない。なんか知ってる人いないかなと。フーコー入門とかあるで。カント。めっちゃ哲学してる。すごい。哲学、これ読めないけど。まあいいでしょう。俯瞰的な。これじゃん。さっき謎に出してきた。急に出してきた本ね。三重詩。
なんでてか、ジキル博士とハイド氏入ってんじゃん。これ多重人格の話やね。へえ。あ、上野千鶴子さん、なんか名前聞いたことあるかも。へえ。へえって感じ。ヘッセ。これヘルマン・ヘッセだっけ？車輪の人かな？合ってるっけ？視野を持つために最近本読んでなさすぎてわかんないんだよね。仕事に出してるっていう感じですね。その心配はないと思います。未練を残した例、事故物件に悩む方々の悩みを解決するのが私たちの仕事なので、とてもやりがいがある仕事です。僕も初めは不安だったんですけど、通帳見せてくる。結構仕事とかもらってるんです。なにこれえほあの、個人情報ではこれ。個人情報。てか、何このサイト。なんか見れたりする？ちょっとメモるか。よいしょ。メモ帳を出してね。なんかこんなさ、意味ありげな書き方されたら見れるような気がしちゃうじゃない？ https://d4. メール .com み。ちょっと後で覚えてたら調べよう。こんなにね、情報をバラバラ出しちゃって大丈夫かしら？意外となりますね。はい。とても僕はやりがいのある仕事だと思っています。その分しんどい仕事でもありますし、そうですね。大変だと思うんですけど、過去問題やそういう、勉強というか対策をしていただければなれると思うので、ぜひ頑張ってもらいたいなと思ってます。あ、なるほど。ちょっと画面を小さくしようね。で、停止。答え的にはこれだよね。これだけど、なんか話し方、でも絶対ここの下の方にカンペあるじゃんみたいな話し方してたよな、目線の動きが。まあいいか。あ、終了する。お、試験終了。さて、どうかしら。結果通知。45点でそんなことが。知識力。感受性ないですわ。サイコメトリー、霊視力。でも霊媒力はめっちゃあるね。なんで？結果をね、公開できるわけ。正解と解説。なるほど。問題数が多く増えるらしい。なるほど。じゃあ解説読みます？答案ページね。どうしよう。いやでも、みんな気になるよね。先にさっきの URL ちょっと調べていきましょうか。なんか調べたんだけどアクセスできねえって言われたわ。関係ないかも。ちょっと前にね、別のそういう探索系というか情報を調べる系のゲームやってたせいでね、こういうのメモって調べなきゃってなっちゃってんのよね。じゃあ答案を見ていきましょう。あ、すごい。あなたの回答は赤字で表示されていますって。じゃあもう、合ってるところと間違ってるところちゃんとわかるんだ。判定×。転倒事故により死亡した事案の方がダメなんだ。入居者に告知しなければならない事項に心理的可否と呼ばれるものがあります。心理的可否。これ間違ってた。本当にごめんね。イライラすると思うけど、落ち着いて聞いて。に当てはまるものは自殺、他殺、災害による死、長時間放置され特殊清掃が入った自然死、原因が明らかでない死、日常生活以外での事故死などが該当し、1は日常生活における事故死と判断されます。なるほど。日常生活以外の事故死は、あ
あれだけど、今回はもうもう日常生活で起きたことはもうしゃあないよねっていう認識ってこと。なるほど。あ、これね、お札。お札。あ、合ってる。お札は合ってました。うんうん、そう。告知義務はなしと。あ、×。売買契約にね。へえ。あ、経過期間に関わらず告知義務発生するんだ。賃貸の場合は3年で告知義務が消滅しますが、売買契約の場合は告知義務は消滅しません。へえ、あ、そうなんだ。実際、平成12年の判決では50年前に起きた殺人事件の事案について、飼い主への告知を怠ったとして損害賠償が求められた判例があります。へえ、あ、そうなんだ。賃貸は3年だけど、売買はダメなんだ。あ、じゃあ、あながち間違ってないんだね。めっちゃ短いかめっちゃ長いか、極端な二択になるよねっていう。すごいテストのずるい解き方ね。あ、ここは合ってるわ。環境的可否とは4つある可否のうちの1つで、嫌悪施設と呼ばれる施設が周囲にある物件のことを指します。3は物件ではなく人に依存する問題なため告知義務とされない場合が高いと考えられます。そうですよね。結局個人の問題だからね。出た。出た出た出た。なんかおるやつね。なんかおるやつ。これは告知義務はない。そうですよね。はい。新築である旨が記載されており。なるほどね。もう全入居者とかいないから関係ねえだろうっていうあれなのね。汚れ。はい、汚れね。この辺はね。一般的には2を指すこともありますが、事故物件鑑定では多くの場合3を指します。そうですよね。メタ的に考えてそうでしょうと。これは1番だ。1番 A ってことは浴槽。入居者の里山のぞみさんかな。45歳はコデイン含有の市販薬を大量に摂取したものとみられ、自宅浴室で溺死した状態で発見されました。霊的素養を問う設問であり、感覚で的中させられた人は生来的な、霊的素養が高いと言えます。へえ。あ、そういう感じなんだ。本当にこれは霊的素養じゃないとわかんねえって話なのね。汚れの説明は説問の通り。これから事故物件になる可能性が最も高いのは1、フローリングに襖が取り付けられている部屋がある。へえ。フローリングにもかかわらず襖が取り付けられている部屋は以前は畳だったものをリフォームしている可能性が高いと考えられます。そうなんだ。なんかそういうおしゃれデザイン的な話なのかと思ってましたわ。これ、わかんなかったやつだ。問い5。意味地に多く見られるとある特徴は ?2 番。地名なんだ。現在の大阪府の梅田にあたる場所です。怖いこと言うじゃん。このさ、リアルな地名出してくるのずるいよね。地名に谷、沼など水に関する字が含まれている土地は水害の多い土地である可能性が高く、また水場自体に汚れが溜まりやすい性質があります。これは確かにオカルト的によく聞くかも。また、猿や梅など一見水にない文字でも、土砂崩れしやすいことを表す、晒す、埋め立て地であることを表す、埋めるなどを表している場合があります。そういう、そこまで考える。本当だ、梅とかいるけどって感じよな。いいでしょう。はいはいはい。事故物件と霊体。これは上記すべてでしょうね。自分の死を自覚していないもの、自分の死を受け入れることができないものが自爆霊になりやすい傾向にあります。これもそうですよね。霊がいる場所は気温が低くなるのが一般的だが、稀に気温が上昇する場合があります。こんだけね、変に書かれてればさすがに気づきますよ。さすがにね。出た。これなんだったに、医師らしい。またですよ。前居住者である須藤涼子さん23歳は照明器具にロープをかけ首吊り自殺を図っています。霊視力を問う問題ですが、何も見えなかった人は直感に頼ることになってしまうので、どこに時間をかけるべきか配分を見極めましょう。これはあれなのかな。この試験は全部の能力が高いわけじゃなくても受かるんかな。そういうこと。必ずしも霊的素養が必要とは限らない。他で補えればってこと。わかんねえから。霊視とかできねえし。
これは3番、入ってきたらしい。生きている知人と同じ姿形の霊を見たという証言は少なくありません。このケースでは設問のメッセージ送信時には女性は死亡していたと見られており、該当のメッセージを誰がどのように送信したかは不明です。なるほどね。最後のメッセージにタイムスタンプがないことから、このメッセージは超常的な力で送信されていることが推測されます。にも、例によるメッセージと読み解けるかもしれませんが、この場合は3の入ってきたが正解です。わかんねえよ。惜しいよね。これ2までは合ってたんだよね。この例によるメッセージまでは合ってた。このがの後がわかんねえのよ。なんでてか、確かにこれタイムスタンプないね。ないわ。ちょっとさ、こっからここのつなぎ私何にもわかんないんだけど。まあ、わかる人にはわかるのかな。これね。怖い画像として流出してるやつは、2番。墓地があって供養していた。人影が5人分であることが3と推測してしまいがちですが、霊との距離を縮めようとする行為が重要な意味を持っていることは本試験に向けて覚えておきましょう。なるほど。要するに5人だから、5人死亡している証子じゃないって話になりがちだけど、逆にこの供養していたがために寄ってくるようになっちゃったっていう、霊との心理的距離感の方が優先される問題ですよってこと。わかるかはい、4番。これですね、音声と映像のやつ。これは合ってるわ。前入居者である本郷照子さんは、強盗に複数箇所を、なんて読むんだっけこれ、殴られるやつ。オーダーじゃない、どうも。ごめん、漢字忘れた。あと、浴槽に顔を押し付けられ溺死しています。音声に水中で発話したような音が確認できます。できましたね。はい。で、これ感じた印象。3でいいんだ。やっぱそうなんだね。いやでも聞いてください。感じた印象に最も近いものを選べって言われたんで、私は正直に選んだんですよ。やめてほしいって。音声は祝詞の一種と思われるものであり、なんていうの、払い言葉のような節が確認できます。選択肢はどれも例の目線から見たものであり、例の視点に立って思考することを要求している説問です。難癖つけたら怒られたわ。私じゃなくてね、例目線に立ちなさいと。それもそうだわ。これね。合ってる。1番、街灯の公園の池からは手足を縛られ全身を強くオーダー、読めないのでオーダーと読みます。された女性の遺体が見つかっています。映像内の男性がなぜ街灯の公園へ足を運び、この動画を撮影したかは不明です。霊視力を問う説問ですが、男性を執拗に追いかけてくるなど、霊のバックグラウンドに思いを馳せることで推測できるかもしれません。確かにな。水子よりかは殺害された恨みの方が強そうっていうのはあった。でもこれも結局もって霊視力なんだな。これエレベーターじゃん。2番、誰でもいいので道連れにしたい。あの子そんなこと考えてたの？自爆霊は様々な未練を抱えているケースがありますが、一人で死ぬのは寂しいと考え、生きている人間に共に死んでほしいと思っているケースが少なくありません。霊的素養を問う説問であり、霊視力や霊への共感力などが総合的に必要になります。なんかもっといい話でいいじゃんね。自分の一点を見つけてほしいってさ。でもあんなに害する感じなくても道連れにしたいとかあるんだ。これインタビューじゃん。ええあんだけわざわざ正当っぽいことを言っておいて、やっぱりそっちに行くんか。はあ。3が正解であり、問題の解き方も細かい観察眼を要するものとなっています。映像内で三河氏が結婚指輪をしていることが確認できることから1は除外されます。消去法ができるんだ、これ。また必要なのは税制の知識ではなく、霊に対する知識と映像内で述べてる。言ってなかったっけ、先生って。映像からこれらのことを読み取れる敏感な注意力は事故物件鑑定士において重要な適性です。嘘。ちょっともう一回聞いていい？嘘。どの辺だっけ？最近はもうちょっと先か？温度に関する基礎的なここら辺。もうちょっと。しますが、実際感覚でわかると思います。法律や霊に関する基礎的な知識は必要ですね。なるほど。法律や
例に関する基礎的な、あー、騙されてますね。いや、いい問題ですね、これ。法律や税と例ね。違いますね、確かに。あー、騙されましたわ、完全に。なるほどね。結果ページに戻りましょう。45点でございました。でも思ったより、まだ怖くなかったかも。怖くなかったかも。じゃない？バーンみたいなのがないのが良かったですね。はい。まあ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 。そんなところでいいでしょう。実を言うと気になることはたくさんある。あの、謎のアドレスなんだったんっていうのもあるし、なんかね、ちらっとこのゲーム配信していいのか調べるにあたって、なんか親みたいなことをサムネにしている人がちょいちょいいたので、まあ、その辺は後々個人的に調べようかなとは思うんですが、まあ、今回は一応45点ですが受かったよっていうことでまあ過去問だからね、本番どうなるか分かりませんけど、まあ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 、素質がゼロではないということが分かったので、皆さんもよろしければ試していただければと思います。いやー、私の霊媒力に勝ってくれ。はい。というわけで、事故物件鑑定士試験を受けてみました。はい、新生活も始まると思うので、皆さん頑張りましょう。